ち上がってきましたよ。うおー、すごいすごい、ほら青い空に機体が持ち上がってきました。おはようございます。三重県津市のですね、川毛の道の駅で目を覚ましました。現在ですね6時8分、早朝でございます。これからですね鈴鹿のある河原で例の電気工事の大沢さんと合流してですね、この高所恐怖症の私が気球に乗りたいと思います。今日気球を上げるのが鈴鹿川でいいのかなの河川敷からの予定ということで、はい、そちらに、6時45分の待ち合わせでございます。大沢さんはあれなんですよ、気球のパイロットでもあったんですよ。であの人ね、あれも乗ってるんですよね。なんだっけ、ほらパラグライダー、もともとパラグライダーのそのパイロットとして、趣味としてやってて、空飛ぶのが好きなんですね、彼はね。で仕事柄気球をやっている会社でもあったので、今気球の方もやってるということでね、なかなかあれですけども、広い広いグラウンド、鈴鹿川河川緑地というらしいでございますね。こりゃ広いわ。おはようございます。今日気球の僕もありがとうございます。さあ早速準備が始まりましたよ。朝日バルーンクラブでございます。これ今日の気球ってこれのことですか？もうこれいくつもこうやってまたがってもらって、なるほど。これ上がったら終わりと。いや行きますよ。はい。早っ。これ結構まっすぐ上がってないですか？そうです。首が痛くなるぐらい上の方を見続けていれば風が弱いっていうことです。今日は弱いということですね。はい。それに南へ向いていく風が南へ向いていけば一番いいな。いつもな、おじさん取ってばかりおるとな、あの人働いてないって言われるから、ね、やっと引かれると思った。はい、回って走って。はい。で次はこのバーナーをここの上に出ます。なるほど。この状態で準備が着々と進んでおります。今到着してから20分しか経ってないですよ。到着してからでももうどんどんできてきてる。はい、こんな感じ。おー、巨大なライター。見せ場作って、今見せ場作った。おじさんなんでやねん、もう見た俺大沢さんと乗るの？大沢さんって乗ったことはあるので大丈夫です。安心してください。
大沢と申します。帰ろうかな。まだ落ちたことないです。落ちたこと安心してください。落ちたことないです。P1 僕 P2 江藤君ですいません、フライトの方実施させていただきたいと思います、ねすごいねこれ。今風を送ってですね、ファンで気球を膨らましてます。まだ熱気球じゃないんですよね。冷たい風を入れてまずはある程度膨らまします。うわーすごい。中はこんな感じ。めちゃめちゃ広いです。2200リュウベイ。はもう家2、3軒入りますな。ねえ、なかなかない映像だねこれね。そうですそうです。カット青い空に機体が持ち上がってきました。すごい、ほら見てください。すごい。お、来た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 。おお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 お。画面に収まらんよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。おっさんばっかりいる。いやちょっと待って21です。 21？ 嘘やん。いや21ってあんた。うんまだ成人式去年？去年です。嘘やん。21やで。熱を入れてきます鈴鹿の気球大会の実行委員長してます。 21。 21実行委員長。委員長そそれでははい。炊き込んできまーす。ほいよだいぶ重いですこれ体重関係あり？あるわな。だって熱の量と体重が比例しますからボンベ下ろさなあきませんな本当に上がらんな。あ、でも、上がった上がった。はい、じゃあ。リップ引き。はい、もうでもこれ半分もう浮いとるんで。はい、行きまーす。はい。車にぶつかるで。オッケー。大丈夫素よ。晴らしい。とんでもない。すごい低空飛行してます。名残を。はい、もうすべてはもう上がらないですよ。僕のバーナー操作にかかってますんで。行ってきまーす。行ってきまーす。はい、それでは上げていきます。わ、すごい急上昇。
はい。なぜ気球怖くないんやろ俺。俺ねすごい高所恐怖症やん。なぜか気球だけは何も怖くないのよ。風を切らないからだと思う。音が好きなの。前も乗せてもらって全然怖くなくて嘘みたいな。これ今標高290メートルってことですか？そうですね、対地高度なんで、さっき離陸したところからの高度です。なるほど。300メートルでもこんな高さなんですね。そうですね。ちょっと怖くなってきたかな。まあこのエリアですと、高度制限がだいたい1200メーターぐらい。それもまだ4000フィートまでってじゃあまだこの状態の全然低い状態なんですね。全然。これだから高さによって風向きが違うんよね。そうですね。でそれを風を読んで向きを変えるみたいな。そうです。車みたいにハンドルはないんで、その高さの風に乗ることしかできません。なんで吹いてない方向には進めません。ってことは全然行きたくなくても吹いてればもうそこに行くしかないと。そうです。これ着陸するときにいつも思うんですけど、どこにするんですか？着陸は最初見た黒いヘリウムが入った風船を見て、だいたいこの辺かなっていうのを決めて、おおよそおおよそ決めて、あとは時間とともに風向き変わっていくので、それに合わせて。じゃあその辺のあそこら辺で行けるぞというところに。そうです。広い急行電のエリアに乗ります。海見える。そうですよ。本当にね、これガスがなかったらセントリアも全然普通ねえ、伊勢湾でございます。あちら、そして鈴鹿の住宅街。本当だ、鈴鹿サーキットだ。多分これ今日のフライトは鈴鹿サーキットの上を越えれるかと。じゃあ今着陸態勢に入ってるってことでよろしいんですか？はい、もうターゲットが定まってるんで、あとはそこへの。はい。で追いかけてるハイエースさんは何してんだよって感じで。そこら辺のコンビニでコーヒー飲んでるんじゃないの？絶対そうですよ。ビバホーム上空。これ下にいりゃ広い田んぼだけど、上から見ると狭いもんなこれ。おお。おお。よいしょ。大丈夫ですか？オッケー。よいしょ。はい、じゃあここ。もうちょい。はい、そーら。よいしょ。そーら。目的地が次々に変わりですね。このまま帰りやんのかなというのをちょっと2回ぐらい思いましたね。たまに帰りや人もいますもんね。このままで大丈夫っていうね。どうも、あとありがとうございました。本当に素敵な体験をさせていただきました。ちょっとドキドキしましたけど感動でございました。はい、はい、ありがとう。ありがとうございます。どうも本当にありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、気球に乗せていただきました。楽しかった。本当にね、僕ね、あんなに高所恐怖症なのに、気球平気っていうか、耐えられるんですよ。いや、結構そわそわするんですよ。ゾワゾワもするんですよ、足元とか。でも、いつもの僕の状況から言ったら、
耐えられるんですよ。不思議なことに。で、気持ちいいんですよ。いや、まあこれね、なかなか乗る機会ないと思いますけども、なんかチャンスがあったらね、ぜひ、なんかやっていただければと思います。今回は朝日ガスさんと、その、海原さん、大沢さんの、ご声によって乗せていただきました。ということで、ありがとうございました。さあ、帰ろう。